鶴くんです。以前にオレンジキャットインダストリーさんから発売されたテッカマンブレードとテッカマンエビルのプラモデルをご紹介してきましたが、今回は同じくアニメのテッカマンブレードに出てくるソルテッカマンのプラモデルが届きましたので、早速ご紹介していきたいと思います。ソルテッカマンは地球側が作ったパワードスーツみたいなイメージですかね。そんなメカになっています。表紙はソルテッカマンの写真が載っています。それからサイドの方はソルテッカマンの上半身のアップ、それから前面後面ですね。あとは少しギミック的なものが書いてあるんですかね。横はソルテッカマンの上半身のアップ、裏側はテッカマンの説明ですね。あとはポーズを取ったソルテッカマンといった感じですね。箱の表示の方は基本的に中国語になってますね。箱の方は思ったより重さがあって、結構部品が詰まってそうな感じがするので楽しみですね。それでは早速開封の方をしていきたいと思います。それではオープン。まずは台座の方ですね。こちらのキットは台座の方が付属しています。かなり大きめな台座の方になってますね。色分けされたパーツが入っていて、足首なんかが少し見えてますね。あとは関節部分かな。ちょっと黒めの部品が入っています。こちらも同じく関節部分ですかね。太ももかな。あとはふくらはぎっぽい部品が入ってますね。こちらの方は頭部のカバー等が入ってます。それからクリアパーツが赤とオレンジですね。それぞれ入っています。手の方が何種類か入っているのが確認できます。こちらは胴体関係のパーツみたいですね。こちらは胴体の白い部分のパーツかな。こちらも関節関係とか入ってそうですね。デカールの方が入っていて、これは水転写式なのかな。マニュアルの方は結構分厚いですよ。だいたい白黒ですが、一部赤色で表示されてますね。最後のページはいつも通りのテッカマンの紹介ページになっています。一番後ろには塗装ガイドの方が載っています。文字的には中国語がメインのようで、日本語は最後のテッカマンの紹介ページにのみ、記載されているようです。かなりパーツ数が多そうで作るのが大変そうではありますが、とても楽しみですね。だいたい開封の方は以上になります。それでは早速ソルテッカマンの方組み立てていきたいと思います。まずは胸の部分を組み立てていきます。こちらは胸の部分を若干組み立てた段階なんですが、腕の付け根が前後動できて、なおかつ上下動ができるようになってますね。胴体の部分も前後動ができて、左右への傾きもできるようになっています。ここが差し込み式になってますんで、ここでのひねりも可能になっていると思います。では早速組み立てていきます。この黒い部分の材質については ABS 樹脂を使っているので、若干柔らかめな部品になってます。ですから非常にはめやすいというのがあります。こんな感じで結構簡単にはめることができます。であとはこの首のパーツですね。首のパーツをはめて、これで胸の部分が組み立て終わった感じですね。なかなかスマートでかっこいいですよね。
肺の方も悪くないですし、各部の可動の方も結構期待できますね。かなり色分けも細かくできている感じですね。はい、ではこちら胸の方が完成です。続きましてバックパックの方を組んでいきたいと思います。こちらバックパックの方結構細かく色分けがされていて、例えばですね、こちらの白の上に赤いパーツをつけて、その上にこの黒いパーツですね、この黒いパーツをつけて、白、黒、赤ですね。さらにこちらの白いパーツをかぶせます。そうするとこの黒い帯に黒い先っちょに赤が出てると、なかなか細かい色分けがされています。でこれをですね、こちらのバックパックの方へつけておきます。こんな感じですね。こちら側とこちら側に同様のパーツがついています。一見して爪のように見えるようなパーツですね。こちらの方をはめて、でこちらのバックパックの爪の方が上下動する感じですね。それからこちらが胴体へのロックになりますので、こちらの部品をはめて、先ほど作りました胸の部分ですね、こちらの背中の突起の方に接続をします。で接続した後にここにロックをはめると、こんな感じですね。これでバックパックの完成になります。それでは頭部の方を組んでいきたいと思います。頭部の方はこちらの黒いパーツがベースになっていて、これを組んでいくんですが、今回のキットの方電飾はされていないんですが、この中に LED を仕込めば、結構目の部分を光らせたりとか、電飾関係ができそうな感じではあります。こちら頭部の部品結構クリアパーツが多くて、この横の部分ですね、横の部分にクリアパーツが採用されているのと、目の部分にもクリアパーツが採用されています。それから額の部分、この額の部分にもクリアパーツが採用されています。中に LED を仕込むことによってこれらのパーツを光らせることが、後々可能になるかなと思います。こちらの目の部分は、クリアパーツとこの顎の部分ですね、これを一緒くたにはめてしまった方が楽ですね。これで頭部の部分が完成ですね。なかなか細すぎないで結構ボリュームのある顔になってますね。胴体にはめるとこんな感じですね。なかなかバランスが取れていていい感じですね。という感じでこれが頭部の方になります。では次の部品組み立てていきます。次は腕の方を組んでいきたいと思います。まずは上腕の方を組み立てていきます。こちら上腕のパーツなんですが、ちょうど肘の方がですね、このような形で二重関節になっています。こちら上腕の方に肘のパーツをはめていきます。さらに上腕を組み立てて、裏は残念ながら合わせ目が出るんですが、表の方は合わせ目が出ないようになってます。
先にこの肘のパーツを前腕のパーツに差し込んでおいて、こちらの前腕の横の部分ですね、こちらの部品をはめていくんですが、こちら前腕の横のパーツについてはちゃんとこう黄色いパーツに分かれていて色分けがされています。反対側を差し込んで、それから肩の部分のパーツですね、これを差し込みます。こうですね。手首のパーツをはめて、それから前腕のこちらが前側、こちらが後ろ側になるんですが、こちらにこのパーツをはめます。この上腕の後ろの部分と、あとこの肘の部分の関節ですね、こういったところに合わせ目が出てしまうんですが、他の部分については合わせ目が出ないように工夫がされています。あと手首の方はこの開いたパーツと握ったパーツの方が付属されています。とりあえず握ったパーツの方をつけておきますね。続きまして肩のパーツですね。こちらのパーツに根元の接続部分をつけて、サイドアーマーの方ですね、こちらの方をつけます。このサイドアーマーの方は稼働するようになってます。また根元の方もですね、こう肩を上下動することができるような形になってます。これが肩アーマーのベースのパーツになっていて、この部分にサイドのパーツですね、これをかぶせていきます。この赤いパーツをはめれば肩アーマーの方の完成です。では早速上半身につけてみましょう。最初にアーマーの方を肩のパーツにはめておきます。そして腕のパーツで肩アーマーを押さえるような感じですね。これでほぼ上半身が完成しました。なかなか迫力のあるプロポーションでいい感じですよね。細かい色分けがされているのも特徴になってますね。では下半身の方を今度は作っていきたいと思います。まずは足首の方から組み立てていきます。こちら足首の方はつま先部分での可動が可能になっていて、左右への傾きが可能になっています。また部品の方は細かく分割されていて、合わせ目がですね目立たないような構成になっています。こちらがつま先の方ですね。それからかかとの方が、かかともこういう風に色分けされてますんで、足首の方白と青と、組み立てるだけで設定通りの色になるようになっています。太ももの方はこの膝の部分が二重関節になってますんで、かなり可動範囲が確保できると思います。全般的に合いはいいので、少し関節がきつめかなっていう気がしますね。それから股関節の方ですね。上下動と根元での回転軸が可能になってますね。このぐらいかな。これが股関節の方になります。それから太もも周りのアーマーですね。こちらの方を差し込むんですが、これ前後から挟み込むようなイメージになります。それから横ですね。どうしてもこの内股の部分ですね、合わせ目が出ちゃうんですが、外側に関しては合わせ目が目立たないようなパーツ構成になっています。先にこちらの小さいパーツをはめて、それからこちらのかかとの方のパーツですね、これをはめるような形になります。
こういったパーツも色分けされていて、組むだけで設定通りの感じになりますね。足首前面のアーマーですね。よいしょ。これのスラスターの部分も、色分けしてあって、ちゃんと別パーツをはめるような形になってます。ピンの数が多いんでなかなかはめづらいというのは少しありますね。それから膝のパーツですね。こちらをはめます。これをはめてからこんな感じですね。両サイドのパーツをはめていきます。これでほぼ足のパーツは完成といったところですね。あとはこれに足首をはめて、これで足の方が完成して、が2つですね。それから股関節の方ですね。これも結構細かく色分けがされていて、ちゃんとこの黄色い部分が別パーツになっていて、かぶせるとこういう風にですね、端っこの方が黄色く見えてくると、なかなか細かい色分けですよね。それから前面の方に赤があって、お尻から下の方にかけての青があるという感じですね。股関節の方は特に、稼働する部分はないんですが、この出っ張りの方にですね、スタンドのアームをこう差し込むような形になっています。では合体させますね。これで大体本体の方は完成ですね。あとは後ろのフェルミオン砲ですね。こちらの方を組み立てていきます。武器の方なんですが、こちらのレーザーガンが1つ、右手の方に装備することが可能になっています。若干変形して、手で持つこともできますし、手の甲にですね設置することもできます。こんな感じですね。あとこちらのフェルミオン砲の方ですね。こちらの方が付属しています。フェルミオンってテッカマンやソルテッカマンの、エネルギー源になってるんですが、それを発射するようなキャノンですね。ボルテッカの縮小版みたいなイメージになってるみたいですね。こちらのキャノンの方結構細かくできてまして、ちゃんとお尻の方がこう三つ股に分かれていたりとかですね。あと極力汗目が見えないような部品構成になってます。フェルミオン砲の方を装備する際はですね、こちらのアームの方をつけて、それからこれがバイザーの方ですね。フェルミオン砲を発射するときにこれが頭の上にかぶさってくるんですが、このバイザーの方を、つけて、こちらの方をつけて、こんな状態になります。でこれ発射するときに少し部品が変形するんですが、こちらの穴の方にですね、このフェルミオン砲を差し込んで固定をします。こんな感じで固定することが可能になっています。正直バイザーこれで固定しているのかって言われると結構辛いところはあるんですが、設定上はこんな形になってますね。一応付属の方の武器はこんな感じですね。こちらのレーザーガンとフェルミオン砲のキャノンの方ですね。こちらの2つが付属されています。